こんにちは。お金と自由の航路チャンネルです。今日はトリプル安のニュースに心がざわつく方に向けて話します。積立 NISA を始めたばかりで、ニュースを見るたびに不安になる方、多いと思います。このまま続けて大丈夫なのかな。そんなモヤモヤを今日は少し整理していきましょう。今日のゴールはシンプルです。トリプル安のニュースに振り回されない人が必ずチェックしている3つのポイントを知ることです。この3つがある人はニュースの見え方そのものが変わります。まずはトリプル安って何なのか、簡単にイメージを揃えておきましょう。トリプル安とは一言で言うと、普段別々に動きやすいものが同じ方向に下がっている状態です。例えば株が下がる、債券も下がる、さらに円も弱くなっている。こんな風にいくつかの柱が同時に揺れているようなイメージです。普段は株が下がっても債券や通貨がクッションになることが多いです。だからニュース的にはトリプル安は珍しく見えます。こんなことが起きるなんてやばいんじゃないの。そう感じてしまうのも自然なことです。でもここが最初の大事なポイントです。トリプル安は終わりの合図ではありません。長い投資人生の中でたまに起こる揺れの一部です。地図で言うと一箇所のガタガタだけを拡大して見ている状態です。ここからはよくある NG パターンを見ていきます。今のままでは危ういかもと感じるための時間です。まず NG パターンその1、ニュースを見てその日のうちに積み立てを止めてしまうケースです。積立 NISA を始めたばかりの方ほどこれ以上減る前に止めないと思いやすいです。これは人間の損失回避という癖が働いています。同じ額の得よりも同じ額の損の方が心のダメージが大きく感じてしまう心理です。でもここに落とし穴があります。積み立てを止めるタイミングは大抵不安がピークの時です。つまり価格が下がっている場面が多い。すると結果的に高い時に買って安い時に買えていないという逆転が起こります。次に NG パターンその2、逆に今こそチャンスだと興奮して積立額を一気に増やしすぎるケースです。確かに値段が下がった時に買えるのはメリットです。ただしそれは無理のない金額で続けられることが前提です。一気に金額を増やして数ヶ月後に家計が苦しくなり、もう投資そのものをやめたいと感じてしまう人もいます。これは短距離走のペースでマラソンを走ろうとしているようなものです。最初は気合で走れてもゴールまで持たなければ意味がありません。 NG パターンその3、なんだか不安だけどよくわからないまま放置するケースです。目的も期間も決めないままニュースだけは毎日入ってくる。そうすると頭の中はずっとモヤモヤしたままです。ここまでの NG パターンをまとめると、感情だけで動くとどのパターンも辛くなります。大事なのは感情の前に自分なりのチェックリストを持つことです。ここからが今日の本題です。トリプル安に出会った時、3つのチェックポイントを持っている人はどうしているのか、ストーリーで見ていきましょう。まず1人目の A さん、40代の会社員で積立 NISA を始めて1年目です。A さんはニュースを見るたびにもうやめた方がいいかなと揺れてしまいます。トリプル安のニュースを見た日、怖くなって積み立てを止めました。数ヶ月後、相場が戻ってきた時、止めなければよかったと後悔します。そしてまたニュースを見て再開したり止めたり、気持ちもお金の動きもずっと落ち着きません。次に2人目の B さん、30代後半で攻めるのが好きなタイプです。トリプル安のニュースを見た瞬間、今こそ全部買いだとテンションが上がりました。積立 NISA だけでなく別の口座でも一気に買い増しします。数ヶ月は俺は賢いことをしていると感じます。でも日々の生活費がじわじわ苦しくなり、家族との会話でもお金の話題が重くなっていきます。そしてある日、もう投資しばらくやめようと全部ストップ。その後ニュースを見るのも嫌になり、
せっかく作りかけた投資の習慣を手放してしまいました。最後に、3人目の C さん。同じく会社員ですが、ある違いがあります。それが3つのチェックポイントを持っていることです。C さんも、トリプル安のニュースを見て、今こんな状況なんだとは思います。でも、そこでいきなり行動は変えません。まずは、ノートに書いたチェックリストを開きます。チェック1、何のために、いつ使うお金か。チェック2、自分の時間軸と、途中の波のイメージ。チェック3、家計の守りと、積立額の心地よさ。この3つを確認してから、落ち着いて判断します。結果として、C さんは、積み立てをやめることも、無理に増やしすぎることもありません。ニュースは、自分の航路の中の1コマだなと、少し距離を置いてみることができています。では、ここからが一番大事なところです。C さんが見ている3つのチェックポイントを、1つずつ、あなたの生活に引き寄せて整理していきます。まず、チェック1。何のために、いつ使うお金なのかです。積立 NISA で作っているお金は、何のための資金か、言葉にできますか？老後の生活費なのか、子供の教育費の一部なのか、あるいは、将来仕事を少し緩めるためのクッションなのか。目的がはっきりすると、ニュースの見え方がガラッと変わります。例えば、20年後の自分のためのお金なら、今日のニュースは、20年のうちの1日分の出来事に過ぎません。さらに、いつ頃どのくらいあると安心か、ざっくりでいいので、数字を置いてみましょう。例えば、65歳までに1000万円くらいなど、正確さよりも、目安の地図を持つことが大事です。次に、チェック2、自分の時間軸と、途中の波のイメージです。投資のグラフを思い浮かべてみてください。左から右に向かって、ゆっくり右肩上がりの線があります。それが、長期で見た世界経済の成長のイメージです。でも、実際のチャートは、その線の周りをギザギザと上下に揺れながら進みます。トリプル安のニュースは、このギザギザの一部分を、ぐっと拡大して見せている状態です。階段で言うと、今はまだ、一段目の途中にいるだけかもしれません。上から見れば、ただの一段分のへこみです。ここで、あなたの投資期間を数字にしてみましょう。今40歳で、65歳まで続けるなら、あとに15年。今35歳で、60歳までなら、あと25年。この年数を書き出すこと自体が、時間軸を長く感じるトレーニングになります。トリプル安のニュースは、この25年のうちの数日から数ヶ月の出来事です。それをどう受け取るかは、自分の時間軸を意識しているかどうかで大きく変わります。そして、チェック3、家計の守りと積立額の心地よさです。ここまで見てくださっている方、きっと将来の自分や家族を大切にしたい方だと思います。だからこそ、攻める前に守りを整えることが大事です。まず、生活防衛資金を確認しましょう。今の貯金で何ヶ月分の生活費を賄えますか？理想は人によって違いますが、目安として最低でも数ヶ月分あると安心です。このクッションがあるかどうかで、ニュースを見た時の心の揺れが変わります。もしもの時も、しばらくは大丈夫と思えるだけで、短期の値動きに過剰に反応しにくくなります。次に、積立額の心地よさをチェックします。毎月の積立額は、少し頑張れば続けられるレベルでしょうか？それとも、正直ちょっときついと感じているでしょうか？おすすめは、ちょっと物足りないくらいの金額です。もう少し増やせるかも、くらいがちょうどいいことが多いです。マラソンのペースを少し余裕があるスピードにするイメージです。家計の守りが整い、積立額が心地よい範囲に収まっていれば、トリプル安のニュースは、今は揺れている時期なんだなと、一歩引いて眺めることができるようになります。ここまでを簡単に整理します。チェック1、目的と使うタイミング。チェック2、自分の時間軸と途中の波。
チェック3、家計の守りと積立額の心地よさ。この3つがあれば、ニュースは判断材料の一つに変わります。では、ここからは、今日からできる具体的な5つのステップをお伝えします。紙とペン、スマホのメモでも大丈夫です。ステップ1、積立 NISA の目的メモを1行で書きます。例として、60代の自分の生活を少し豊かにするためなど。ステップ2、いつまで2度のくらぎあれば安心かを、ざっくり数字で書いてみます。完璧な数字でなくて大丈夫です。ステップ3、自分の投資期間を年数で書きます。今から丸年続けると、声に出してもいいです。これだけでも、時間軸がふっと長く感じられます。ステップ4、生活防衛資金が何ヶ月分あるかを計算します。もし足りないと感じたら、積立額を一度少し下げて、防衛資金を優先して増やすのも立派な判断です。ステップ5、積立額をちょっと物足りないくらいに調整します。増やすのではなく、あえて少し減らす勇気も、長く続けるためには、とても大切な選択です。これらのステップは、すべて今週中にできるくらいの小さな行動です。心理学では、こうした具体的な約束を、実行意図と呼びます。例えば、夜のニュースを見る前に、目的メモを一度読む。これだけでも、ニュースとの距離感は変わります。最後に、今日のまとめです。トリプル安のニュースそのものは、あなたの人生のゴールを決めてはくれません。決めるのは、あなたが描く目的と時間軸です。目的があり、時間軸が長く見えていて、家計の守りが整っていれば、ニュースはただの情報に戻ります。お金は自由を選ぶための道具です。投資はいつか心地よく使うための準備です。トリプル安に出会った時こそ、自分の航路をもう一度確認するチャンスだと思ってみてください。このチャンネルでは、こうしたお金と投資の心の整え方を、これからも優しく具体的にお届けしていきます。今日の話が少しでも参考になった方は、コメントで自分のチェックポイントを一つ書いてみてください。そして、航路を一緒に整えていきたいという方は、チャンネル登録していただけると、とても励みになります。最後まで見てくださり、ありがとうございました。